今日私は BMW モトラッドが伊豆の修善寺周辺で開催しているニューモデル R1300GS の試乗会に参加しています。このモデル、コメントしなくてはいけない内容が多すぎてテーマを絞ってコメントしていこうと思うのですが、ただですね、これに関しては関係してくる方が結構多いと思うので、この部分だけ特に説明したいと思いますが、まずはですね、ちょっと見ていただきましょうか。このようにボタン一つで電源が入るわけですが、これまで大型のアドベンチャーモデルというとそれで苦労していた方も多いんじゃないかと思います。例えば荷物満載の時に状況によってはセンタースタンドを立てたいというようなことあると思いますが、このモデルにはですね、注目の車高調整機構が内蔵されていて、ちょっとやってみますが、この状態から車体を少し起こしてセンタースタンドに足をかけると、今かすかに音が聞こえたの分かるんじゃないかと思います。でこの部分ぐっと盛り上がりましたけども、なんとですね、ライダーがセンタースタンドをかけようとすると、その車高調整機構を利用してセンタースタンド掛けをアシストしてくれる、そんな機能もついています。でこのままある程度もう車体が持ち上がっているので、ちょっと力を入れればこのように楽にセンタースタンドがかけられるという、至れり尽くせりの装備が自慢のモデルとなっています。それでは今回試乗した BMW R1300GS の主なスペックを確認していきましょう。全長 2210mm、 全幅 1000mm、 前高はウィンドスクリーンを最も立てた状態で 1490mm、 ホイールベースは 1520mm、 車両重量は 250kg、 シート高は 820mm から 850mm、 タイヤサイズはフロントが 120/7019 インチ、リアが 170/6017 インチ。エンジン形式は空水冷4ストローク4バルブ DOHC 水平対向2気筒。ボアストロークは 106.5mm×73mm で総排気量は 1300cc。圧縮比は 13.3 で最高出力は145馬力7750回転、最大トルクは 149Nm 6500回転。トランスミッションは常時神合式の6速リターンです。メインフレームはスチール製のシェル構造、シートレールはアルミダイキャスト製となっています。前後サスペンションは改良されたテレレバーとパラレバーのコンビネーション。前後ともに電子制御式であるとともに車高調整機能の搭載が大きなトピックとなっています。ブレーキはフロントが 310mm 系のローターを持つダブルディスクブレーキ、リアは 285mm 系のシングルディスクブレーキとなっています。仕様によって内容は大きく異なりますが、現在考えられる電子制御電子装備はほぼ搭載可能と考えて良いでしょで今センタースタンドを外したんですが、このように停車時はシート高がぐっと3センチも低くなるという機能がついています。今日乗っているのは標準シートなので 850mm のシート高であるわけなのですが、今このように止まった状態だと3センチシート高が下がって820mm ということになっているはずです。ですので私の足も、私この手のモデルでも足つきにあまり苦労しない方ではあるんですが、もう膝がたくさん余っていて足はもうベタベタつき放題という感じ。ようやく BMW も本腰を入れてこの GS というモデルに乗るユーザーの対象を広げていこうという、そういった意図が感じられます。はい、それでは早速エンジンを始動して走り出したいと思います。目の前に有料道路はあるのですが、高速道路に乗るにはちょっと時間的に厳しいということで、この風光明媚な道を走りながらこのモデルについてコメントしていきたいと思います。このように走行状態になると前後のサスペンションのフリーロードに油圧がかかって
車高が徐々に上がってくるという仕組みになっています。上がるときはですね、比較的ゆっくり3秒ぐらいでしたかね、かけて上がって、で下がるときはだいたい 1.5 秒ぐらいでスーッと降りてくるというような感じになっているので、走行中はこの車高調整機構の存在はあまり意識することがないというか、意識しようと思ってもなかなかこの車高が変わるのは感じ取ることは難しいのではないかなというぐらい自然な動作が実現されています。先ほどですね、このモデルについてはコメントすべき内容がたくさんありすぎて、ちょっとテーマを絞ってコメントせざるを得ないと言いましたが、それはどういうことなのかというと、今現在の技術で思い浮かべることができる電子制御、電子装備はほとんどこのモデルに搭載されていると言っても過言ではなく、名前がちょっと難しいというところもありますけれども、オフィシャルのウェブサイトなどでぜひ調べてみていただければと思います。おそらく欲しいなと思っている機能はリストアップされているはずです。特にその最初の方の GS、OHV 時代の GS と、例えば先代になるわけですけれども、1250GS までとはこういう文脈で進化してきたんだなというのがある程度理解できる。排気量もね、ちょっとずつ大きくなりながら、装備やですね、制御の数々が着実に進化していったという歴史があるわけですけれども、このモデルに関して言うと、そういった文脈の中でなかなか説明しづらいというか、1250GS がここにあったとしたら、もうポンと上にですね、飛び抜けたように進化してしまったという印象が支配的です。で、その印象の主な要因となっているのは、私はやはりエンジンだと思います。初代のボクサーから BMW の採用しているコンパクトドライブシステムというのは、エンジンが先頭にあって、そこに当然クランクもあるわけですけれども、そしてその次にトランスミッションやクラッチ、そして最後にですね、シャフトドライブを採用しているので、そのシャフトドライブを内蔵したスイングアームが連なる。つまりですね、エンジンからドライブトレインまでをずらっと一直線に並べるというのが BMW が言うところのコンパクトドライブシステムの大きな特徴であったわけですが、エンジンの下にトランスミッションを格納したことによって、まるでこれまであったはずのトランスミッションがすっぽりとなくなってしまったような、それぐらいコンパクトなエンジンに見えるんですよね。おそらく伝統的なコンパクトドライブシステムの分法を変えてきたということは BMW にとっても大変革であったと思いますが、その効果はですね、こうして乗っていると如実に乗り味に出ているような気がします。エンジン単体でもかなり軽量化されている。確か7キロ弱は軽量化されていたんじゃないかと思いますが、それプラスですね、車体各部の軽量化によって先代モデルと比べても相当軽くなっているということなんですが、そういったですね、物理的な軽量化もさることながら、私はこの解凍性の良さ、乗っている時のこの身のこなしの軽さというのは、先ほど言ったエンジンの構造改革によるところも相当大きく影響しているのではないかと思います。BMW がこれまで頑なに採用してきたコンパクトドライブシステムというのは、クランクから始まって、リアのドライブシャフトの末端まで、そういったですね、ぐるぐると高速で回転するパーツが一列に並んでいたわけですけれども、このモデルは先ほども言った通り、エンジンの下にトランスミッションが格納されたことによって、そういったずらっと並んでいた高速で回転するパーツというのがですね、エンジンの部分に集約されている、ギュッと圧縮されたような構造になっているので、こうして乗っていると本当に乗り味が軽いんですよね。クランクが縦置きになっているので、例えばですね、このようなちょっとしたコーナーでもまっすぐ車体を進ませようという方向に、これまではそれらが作用していたと思うんですが、先ほども言った通りの構造になったということで、そういったですね、いわゆる進行方向に対する安定成分が少し減じられているのではないかと私は思います。したがってですね、こうして走り出してみると、基本的に BMW のボクサーエンジンが持つ良い意味での安定性というのは残しながらも、ちょっと頑固に感じるような部分というのはきれいさっぱり取り除かれている、そんな感じの乗り味になっていると思います。ですので、先ほどから伊豆らしいちょっと細い道をくねくねと走っていますけれども、本当に身のこなしが軽いんですよね。この軽さというのは、これまで GS を乗り継いでいた方は
もしかしたら普通の方よりももっと大きな衝撃を受けるんじゃないかと思います。4バルブ化された BMW のエンジンというのはどこかこうゴムまりがボンボンと跳ねるようなそういったフィーリングが強いなと思っていたのですが、このモデルとなってそういったフィーリングというのはほぼなくなっています。ひたすら軽やかにスムーズに回るという感じ。そういう面ではですね、若干そのエンジンの味わいという面では薄らいだと感じる方もいるかもしれません。その分ですね、このスロットルに機敏に反応するよりスポーティーなキャラクターが与えられているといった感じで、この辺りに関してはちょっと人によって評価は分かれるかもしれません。ただ私としてはそういったエンジンの大きなフィーリングの変化よりもやはり先ほどから言っている、これもおそらくエンジンに起因するんだと思いますが、この乗っている時の軽やかなフィーリングに激変したこの乗り味、この衝撃の方がやはり大きいかなと思いますね。で、先ほど私はトランスミッションがクランクの下に格納されたことによってこれまで存在していたはずのトランスミッションがなくなってしまったようだとコメントしましたが、これは本当に冗談ではなく、排気量が約 1300cc にもなろうかというボクサーエンジンがこんなにコンパクトでいいのかという思いをちょっと抑えることができないぐらいです。メインフレームはスチール製の鋼板などを使ったフレームとなっており、これまでのものと構造は全く異なっています。またリアに関しては左右分割式のアルミのサブフレームを採用しているということで、剛性がアップしているとともに軽量化も果たされているということです。それによってカチカチに硬くなってしまったなどということはなく、これまで通りですね、ある程度のしなやかさとしっかりとした乗り心地を両方実現している、そんな車体になっているのではないかと思います。また前後のサスペンションも大幅に改良されており、テレレバー、パラレバーのコンビネーションとなっているわけですけれども、このモデルとなってそれぞれテレレバーにもパラレバーにもエボという称号がついた、新しい世代のですね前後足回りとなっています。このモデルはですね、最近のモデルらしく前後のサスペンションのセッティングが走行モードと連動して変化するようになっています。またダンパーだけではなくプリロードも自動的に調節されるということで、こうした荒れた道を走っていても乗り心地は基本的にはものすごくいいと思います。これまでの GS というのは排気量の拡大や機能のアップなどに伴ってですね、徐々に重たく大きくなってきているなと感じていたわけですけれども、このモデルとなって原点回帰といいますかね、どちらかというと大幅にコンパクトに軽くなったと私は感じていて、そうですね、乗っている感触としてはこれは大げさではなく、私が愛してやまない R100GS パリダカールとほとんど変わらないのではないかというぐらいの気楽さになっています。ここはちょっと路面状況のいいワインディングチックな峠道であるわけなんですが、やはり回答性がいいですよね。トランスミッションがクランクの下に格納されたことによって上から見た図を想像してもらうのが一番分かりやすいと思うんですが、重量物がエンジンというかクランクのあたりもギュッと集約されているので、回答性の軸となる部分に重量物がぐっと集中している。それによってですね、頑張って運転しているわけではないのに恐ろしく向きが変わるという、そういったキャラクターの源になっているのではないかと思います。フロント周りには重さは全く感じられないですね。あとタンク容量が19リットルとなって、これまでのモデルと比べると約1リットルほど小さくなっていますけれども、このモデルとなってエコという走行モードが追加されており、おそらくですね、燃費というか航続距離に関してはそれほどこれまでのモデルと変わらないのではないかと私は想像しています。むしろ伸びるかもしれませんね。はい、今度はちょっとだけ速度が上げられそうな道に出てきました。やはりそうですね。
縦置きクランクの良さであるその輪方向の動きというのは本当に軽いのにビシッとまっすぐ走ってくれる、そういったですねこれまでの GS の良い部分というのはそっくりそのまま残っています。その一方で先ほどからコメントしているエンジンとトランスミッションの構造があるので解凍性はより良くなっている。せっかくですからね、せめて走行モードの違いぐらいは味わっておきましょうか。今私はロードというおそらく最も標準的なモードで走行していましたけれども、エンジンはこんな感じでものすごく軽やかかつスムーズにレスポンスするし、前後サスペンションは先ほども言った通り電子制御となっているわけですけれども、乗り心地もとても優秀です。で今度はではダイナミックというモード、これ一番元気のいいモードだと思いますが、このダイナミックにするとそうですね、ここは一般道なのであまり速度は上げられないということも関係しているのだと思いますが、私は先ほどのロードとそんなに大きくは変わらないかなという気もしています。これがダイナミックロード、はい、そうですね、スロットルを大きくパカッと開けた時にそのスロットルレスポンスと前への出方、加速力に違いがあるかなという感じですけれども、それ以外に関しては私の印象だとそんなには変わらないといった感じがします。今日は時間的に乗るのは難しいんですが、高速道路などではもっと差が出るかもしれません。で次はレインですね。ちょうどここ道が濡れているんでちょうどいいですが、レインは相当スロットルレスポンスというかリアタイヤの蹴り方がソフトになったという印象です。先ほど技術説明があったんですが、このレインとロードに関してはほとんどの路面に適合するということだったので、おそらくですねレインとは名前がついていますが、疲労を抑えたい時などはこのレインを使っても良いのではないかと思います。ちょっと道が細くなってきましたね。ちょっと折り返しましょうか。はい、こういったところでも車体が軽いので、そして足をこうベタベタつきながら U ターンできます。比較的身長がある私ですけれども、やはりこういった知らない道でのね、例えば足をつきながらの U ターンとか、ああいうシーンでは本当に足つきがいいっていうのはありがたいことだなと思います。もう一つエンデューロという走行モードがあって、こういった走行モードに連動する機能を持っている電子制御サスペンションというと、エンデューロモードにするとおそらくですね最低値乗降を稼ぐために車高が上がる、よりプリロードがかかって車高が上がると想像する方もいるかもしれませんが、このエンデューロモードに関してはその逆です。仮に上手い人であっても足をつかなきゃいけないような場所も走行することを想定して前後のサスペンションが縮む、車高が低くなるという設定になっているのだと思います。ですので先ほどこのエンデューロモードを選択するとイメージとは逆ですが車高が下がりますという説明があった時に、そうそうこれこれと思わず言いそうになってしまいました。私のように上手くない人間にとってはなおさらですけれども、多くの人にとって恩恵があるのではないかと思います。前後のブレーキに関してはフルインテグラル、この右手のレバーを操作しても右足のペダルを操作しても前後のブレーキは連動する仕組みとなっています。またその前後の連動具合もコンピューター制御によって緻密に行われていて、常に適正な連動状態が実現されているということなので、これもね至れり尽くせりという感じではないでしょうか。テレレバーというのはフロントサスペンションのフロントフォークのノーズダイブというのが基本的には発生しません。ですので前後連動ブレーキでフロントにも
このリアブレーキのペダルを操作すると制動力が配分されているはずなんですが、ノーズダイブしない分車体が不安定にならず、このテレレバーとこの前後連動ブレーキの相性もぴったりだと思います。今度フロントブレーキを試しているのですが、フロントブレーキは私が想像していたよりはずっと穏やかですね。穏やかというか、そんなに力を込めていないので、こう穏やかにスーッとスムーズに制動力が立ち上がってくるんだと思いますが、こういったね GS のようなモデルは私はこれぐらいの利き加減で十分だと思います。十分というか、これぐらいの利き加減の方が使いやすいと思います。はい、今結構速度を上げて、そして結構ハードなブレーキ。やっぱテレレバーはすごいですね。このブレーキかけた時のフロントタイヤの仕事量が普通のテレスコピックフロントフォークとは全く違いますね。通常これぐらいだと ABS が作動するツンツンという感触があるものなんですけれども、やはりタイヤの能力をこのフロントサスペンションが使い切っているせいか、フロントタイヤをロックさせるのは相当大変といった感じです。ただテレレバーはそういったサスペンションであるがゆえにですね、個人的にはフロントタイヤの負担が大きいなと感じるところもあって、そのあたりがですね、タイヤのライフなどにどの程度影響してくるのか。この操作系もちょっと変わったんですよね。これまで私はこの BMW のリング式のこのジョグダイヤといいますかね、この操作感はあまり好きではないとコメントしてきましたが、このモデルとなって多くの機能が搭載されているので、いわゆるショートカットキーみたいな、この左手スイッチボックスのこの真上にあるボタンなんですが、これを押すとおそらくですね、これよくアクセスする機能にすぐにたどり着けるようになっているんだと思いますが、今電動のウィンドスクリーンにカーソルを合わせたので、このようにですね、電動で前のウィンドスクリーンを立てることができるようになっています。で、これは技術説明でもあったのですが、 BMW はこのウィンドスクリーン結構小ぶりに見えるんですが、この性能には相当な自信を持っているようです。良好なウィンドプロテクションだけではなく、このようにですね、スクリーンを立てた時のその背中から前に押されるようなああいった感触が相当軽減されているということなので、ちょっと今味わっているのですが、高速道路ではないので厳密なコメントはできないのですが、確かにこうしてウィンドスクリーンを今最も立てた状態なんですが、この状態でも背中を後ろから押されるような感触というのはとても少なくなっています。これであれば相当快適なロングツーリングが可能となるのではないかと思います。またこれだけ立ててもね、風の巻き込みといいますか、背中から押される感触が少ないということは、雨の時などもね、結構重宝するかもしれないですね。ということで、いつも通りね、試乗時間が短いので、今日は本当に第一印象しかお伝えすることができませんでしたが、注目のニューモデル R1300GS の第一印象をお伝えしました。それでは。